こんにちは、マルツです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、冒頭、開封動画でスタートしておりますが、ご覧をいただきました通り、この度ですね、メインマシンの方を、こちらの Mac mini の方から、Mac Studio へ買い替えをいたしました。買い替えの最大の理由は、こちらの Mac mini、中身はですね、M2 Pro なんですが、こちらの誤算ですね。M1Max と同等のパフォーマンスという言葉を真に受けて購入したんですが、やっぱりベンチマークの結果だけで買ってはダメですね。一応こちらの Mac mini の方の M2 Pro の方は CPU とメモリは最大までカスタマイズしてあるので 4K の動画編集くらいなら楽にこなせるスペックはあるんですが、誤算だったのは After Effects です。ちょっと重めのプロジェクトになるとプレビューがまともにできないことが結構あって、なかなかのストレスを抱える結果となってしまったのが買い替えの大きな理由ですね。当初候補はですね M2Max の、MacBook Pro だったんですが、こちらを吊るしで買うと44万8800円、CPU をワンランク上げて、メモリを 64GB にして SSD を2テラにしたとすると、58万8800円で、この金額だともう Mac Studio M2 Ultra が買えてしまうわけで、ただレビューを見る限りでは、M2 Ultra の方は、M1 Ultra から劇的にアップしているわけではなく、M2 Max のコスパが良すぎるので、M2 Ultra の方は今回スルーをされた方が多かったと思うんですよね。ただですね、現在私が使用してない M1 の MacBook 13インチがありまして、そちらとこの M2 Pro の Mac mini、両方下取りに出せば実質30万弱ぐらいの出費で済みそうだったので、今回こちらの、Mac Studio の方は M2 Ultra の方にしています。奥さんの方を納得させなきゃいけないので理由をいろいろつけていますが、本音を言えば、やはり Apple の最高峰の CPU を使ってみたかったということです。今回はですね、カスタマイズなしのモデルを購入しました。吊るしモデルとはいえ価格は59万8800円という高額で、できればストレージの容量だけでももう少し上げておきたかったんですが、これ以上は予算の都合上許可がおりませんでした。スペックは何もカスタマイズしていないのでストアの表示のままですね。CPU24 コア、GPU60 コア、32コアのニューラルエンジン、そしてメモリは 64GB、ストレージも 1TB のままなので、この価格でも最小構成ということになります。M3 搭載の Mac がもうそろそろじゃないかなんていう噂もありますけども、しばらくの間はこちらの M2 Ultra の方に頑張ってもらうことになります。Mac mini と比べるとサイズ感の違いはこんな感じですね。厚みというか高さはご覧の通り Mac Studio の方が3倍ぐらいのボリュームですが、縦横のサイズは Mac mini と全く同じサイズなので、重ねてみると一体感が半端なく別の PC であることを感じさせないくらいのデザインになっています。もともとコンパクトな Mac mini との比較なのでこれだけ大きく感じますけども、一般的なデスクトップ PC と比べたらはるかに小さく、むしろスペックを考えたらこのサイズの中に収まっていること自体が本当にすごくて、このあたりは Windows マシンにはない、Mac の優位性なのかなと思っています。そしてポートの数も豊富で、背面には HDMI ポートが1つ、USB の Type-A が2つ、Thunderbolt 4が4つ、あと、3.5mm のオーディオジャックと 10GB の Ethernet ポート、そして前面には Type-C ポートが2つ。こちらの Type-C ポートは、M2 Ultra の方はこの2つの方も Thunderbolt 4になりますので、背面の4つと合わせて合計6つの Thunderbolt 4がついているので、
これだけ充実していたら、まずポート不足になることはありませんね。あと Mac mini にはなかったこちらの SD カードスロット、やっぱりあると便利ですよね。そしてですね、手元に 8K のサンプル動画用意いたしましたので、プレミアプロのタイムラインに載せてみましたが、ご覧いただいているのは、8K 動画を、4トラックに配置して、それぞれサイズ変更とトランジション、あとはカラーグレーディングと、ラットを当てた状態、それなりに負荷がかかっているはずなんですが、全くストレスなく動いてますね。これだけ負荷をかけてもファンの音はほとんどしていないので、Mac Studio 的には、全く余裕なんでしょうね。試しに M2 Pro の Mac mini の方で同じタイムラインを再生してみましたが、こんな感じです。全く再生できないというわけではありませんが、やはりプレビューの方がかなりカクつきますね。そして倍速にすると画面は固まってしまいました。SSD 以外はフルスペックにカスタマイズしてあるモデルなんですが、それでもご覧の通りですね。8K の動画がいかにハードルが高いかってことでしょうか。Mac Studio と比べて全体的に約半分のスペックで、これだけ差が出てしまうとなると、GPU だけが4倍近い差があるので、やはりこのあたりの影響が大きいんでしょうね。はい、では次にですね、もう少し現実的な比較として、普段使用することの多い、ダヴィンチとプレミアプロのプロジェクトで、それぞれ Mac mini M2 Pro、そして Mac Studio M2 Ultra、それぞれの書き出し時間を計測してみました。素材はすべて、4K422 ビットの24フレームになります。まずはプレミアプロで素材を適当に載せただけのタイムライン。テロップだけは重ねてますが、各クリップにエフェクトなどはかけていません。長さは10分ちょうどのプロジェクトを H264 にて書き出します。最初に M2 Pro Mac mini の方ですね。Mac mini でもこれだけのスペックがあれば普通に 4K 書き出しぐらいなら十分なパフォーマンスです。はい、約5分5秒で完了しています。では続いて Mac Studio M2 Ultra の方ですね。書き出しのバーの進み方が尋常じゃないスピードです。はい、結果は約1分50秒で完了です。もう爆速ですね、これね。はい、それでは続いてダヴィンチになります。こちらはですね、多少編集されているプロジェクトで、テロップと BGM、そして各クリップにはラットが当たっている約9分30秒のプロジェクトになります。まずは、Mac mini M2 Pro の方ですね。はい、かなり頑張った結果ですが、約4分45秒で完了しています。実時間のだいたい2分の1くらいの時間で書き出せていますので、非常に優秀だと思いますね。では M2 ウルトラで書き出します。はい、こちらもですね、あっという間に完了しました。約1分50秒くらいですね。はい、ということで結構差が出てしまいましたね。こちらの M2 Pro Mac mini の方は SSD 以外はフルカスタマイズで約38万円。そして、こちらの M2 Ultra Mac Studio の方は吊るしモデルで約60万円。価格差が約 1.6 倍ですが、パフォーマンスの結果としては約3倍以上ですね。これなら価格以上の価値は十分発揮してくれているんじゃないかなと思いました。最後にですね、Mac mini や Mac Studioをお使いの方に、おすすめのアイテムがありまして、こちらの台座、これがそうなんですが、Mac mini、Mac Studio の両方に対応していて、下に敷くことで排熱効果を高めてくれる作りになっています。特に Mac mini の場合、排熱処理が優れているわけではありませんので、
重たい処理をされる方にはいいんじゃないかと思います。価格は7000円くらいでちょっと高めなんですけども、このようにですね、木製のシックなデザインなので、Mac のデザインにもぴったり合うんじゃないかと思います。はい、ということで今回は新しく導入いたしましたこちらの Mac Studio M2 Ultra をご紹介いたしました。もともとはですね、M2 Max の MacBook Pro、こちらを購入する予定でいたのを、Mac Studio へ変更したわけなんですが、結果的にですね、MacBook Pro を買うよりは確実にコスパは良かったんじゃないかと思っています。私が購入したモデルは最小構成とはいえ、価格的には決して安いものではなく、一般的に Mac Studio Ultra が必要なケースはそれほどないかもしれませんが、現時点で Apple の最高峰のマシンがこの価格で手に入るのであれば、十分納得できるものだと思いますし、映像や音楽編集に携わる方、特にですね、時短イコールコストのプロの現場では、それだけの価値は十分感じ取れるのではないかと思います。以上、Mac Studio M2 Ultra のご紹介でした。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。